ジャパンカオスイン 2020X1。2020X 年秋、与党の独断により戦争に突入した日本では、重税にあえぐ貧困層や改憲に反対したが大衆の支持を得られなかった市民たちと、事態の深刻さに最後まで気づかなかった富裕層や極右勢力との対立が激化していた。そしてある日、東京で騒乱が起きた。騒乱は一旦始まると止まることがなかった。制圧されかけた暴徒は夜間に警察署を襲い、警官たちを殺して拳銃を奪ったのだとも噂された。国防軍は米国の命じるまま戦争に駆り出され、国内にほとんど残っていなかった。暴徒と化した元根東予は本性を表し、ここぞとばかりに暴力と略奪に走った。貧困層にとっては、略奪されたコンビニのおにぎりやカップ麺もごちそうだった。彼らはもはや、自分の対立勢力を、思想の説明や政策の間違いの指摘を通じて説得したりできないことを知っていた。そもそも、人々の考えを変えられるほど優れた弁論能力を持つ人々は、もう日本には残っていなかったし、そのせいで日本人の言語運用能力は江戸時代のレベルに対抗してしまっていたのだ。帰化したアジア人までもが、反日左翼の不良外人として虐殺された。マスコミはすでに機能を停止していた。K は思った。なぜ俺は上司に指示されるまま嘘の記事を書いてたんだろう。そもそも大手のくせに、右翼と左翼の違いさえよくわからなかった俺を、なんで採用したんだ。100年以上の歴史があるその新聞社は、半月前に倒産したばかりだった。K にはもう東京に住み続ける気がなかった。彼には親しい友人もいなかったし、家族もいない。両親は3年前に夫婦水入らずでドライブ旅行中に事故死していた。騒乱が始まって以来、東京の公共交通機関は麻痺していた。それに警察はなぜか極右勢力を取り締まろうとしない。首都圏以外の地方は状況がマシなのかもしれない。もっとも、マスコミがほとんど機能していないから、それも想像の域を出ないのだ。警察は極右勢力と内通して堂々と賄賂を受け取っていた。K の父方の祖父母は北海道に住んで酪農を営んでいる。最後に会ったのは父母の葬式の時だ。身寄りは彼らしかいない。第一、これ以上東京に至って仕事もないし、食料は高騰していて手元の現金だけで生きていけるわけもない。北海道に逃げよう。K はそう決心した。鈍行の地方鉄道やバスを利用できるかもしれないし、ヒッチハイクしたっていい。昔、芭蕉は徒歩で全国行脚したじゃないか。俺はまだ30代前半、体力は十分だ。そもそも東京に何かいたら、ろくな食い物も手に入らないから、若い身体の能力が無駄になっちまう。ナルシストの彼は自分の身体にだけは自信があったのだ。2、K の父方の祖父母は北海道で酪農を営んでいる。3年前、父母の葬式で会った時は元気そうだった。息子さん夫婦も家業を手伝っているとか言っていた。山手線が運行していないことは知っていた。上野駅まで歩いていくと、駅は営業中だったが自動発券機はすべて停止していた。乗客の姿はまばらだった。新幹線は運行しておらず、東北方面行きの普通列車は1日に5本ほど、不定期にしか発着しないということだった。あんた、何か食べ物持ってる？上野駅の正面玄関口を出たところで、K はいきなり見知らぬ女に声をかけられた。振り返ると、彼と同世代か少し下くらいの女だ。キャリーバッグを引っ張っているところを見ると、K と同様、地方に脱出しようとしているらしい。食べ物ですか？もう2日くらい、食事してないの。水道水は公園でも飲めるけど、コンビニとかスーパーなんて、怖くて近寄れないから。彼女の言うことは分かった。ここまで歩いてくる途中で、食料を扱っている商店をいろいろ見たが、ほとんどはシャッターが閉まっているか、暴徒に略奪されてしまった後だったからだ。実はK自身、空腹だった。戦争が始まった時すぐに食料を備蓄し始めればよかったと気づいたが、後の祭りだ。暴徒襲来の危険を感じてマンションを解約した後、銀行のキャッシュカードやクレジットカード、わずかな現金だけを財布に入れて持ち歩いていたのだが、非常事態で銀行は預金封鎖されていた。戦前はあれほどあちこちで利用できた ATM は、どれも機能していなかった。食べ物か。こんなものしかないよ。K がそう言って上着のポケットから出したのは、有名どころのバランス栄養食品の小箱だ。4種類の味のものを3箱ずつ、
計12箱セットで買ってあったのを今まで少しずつ食べてきたのだが、それが最後の1箱だった。中身は2個しかなかった。1個ずつ食べようか。女は口数が少なかったが、それでもポツポツと自分のことを語った。K と同じ、東北方面行き午後6時頃発の普通電車に乗るのだと分かった。仙台に両親が住んでいて、彼女のことを心配しているのだという。スマホがいつまで通じるかわからなかったから、この前連絡したら、すぐに戻ってこいって。せっかく東京で就職したのにって、しばらく迷ってたけど、やっぱり帰ることにしたの。そう。ろくな仕事がないからと思って東京に出てきたけど、この混乱がいつまで続くかもわかんないし。夕暮れの薄闇の中で、略奪されたコンビニから拾ってきたらしい残り物を貧しい人々が分け合って路上で食べていた。あなたはどこまで？北海道。ずいぶん遠いね。もしかして、徴兵逃れ？ K はぎょっとした。私の弟にも最近来たんだよ、招集令状メール。3. 私の弟にも最近来たんだよ、招集令状メール。そう言われた K は不意打ちを食らった思いがした。え？それって、いつの話？ 5 日か6日前だと思うけど。マンションの解約以来、K は5日ほどスマホを充電する機会がなかったから、自分に同様のメールが届いていたとしても確認はできない。そろそろ出発の時間じゃない？女はバッグから腕時計を取り出して時刻を確認した。やっぱり、急がなきゃ。駆け出した彼女の後を、K は慌てて追った。電車の窓からは、以前よりまばらになった灯火が流れてゆくのが見えた。宇都宮線から東北本線に乗り換えた後、女は安心したのか、座席でうつらうつらし始めた。仙台には明朝に到着する。特急も運行していないからそんなスケジュールだ。彼女の弟は20代だろう。まだ学生だったのだろうか。日本で徴兵制度が復活したのは今年の春先、今の戦争が始まる直前である。マスコミ関係者や大学人、芸能人、諸々の受賞者、人気 YouTuber などは、徴兵対象から外されていた。女の弟はそのどれにも当てはまらないのだろう。だが K は、対象者に招集令状メールまで来るようになるとは、思ってもみなかった。米国の始めた戦争に国防軍が駆り出されてから、まだ半年も経っていない。小競り合いの短期紛争で終わるだろうというのが専門家たちの共通した見解だったのに、いつの間にそこまで泥沼化していたのだろう。K が勤めていた新聞社は、他の大手マスコミ同様、現地へ記者を派遣していなかった。現地からの声を拾っても、どうせ政府による検閲で大部分が削除されて視聴者や読者には伝わらないから、危険を冒して馬鹿を見るだけだという判断だったのだ。戦場に送られる徴兵対象者は、マスコミ業界人にとっては結局、ただの他人なのだった。しかし、勤めていた新聞社が潰れた今となっては、K も徴兵対象だ。しかも無職だ、招集令状メールが来ても不思議ではない。だが待て、戦場に送り込むなら、東京で暴れているネトウヨ崩れの中年ボートたちが先じゃないか。どうして彼らより真面目な学生やジャーナリストが先に出陣しなきゃならないんだ。彼らの乗った車両には、もう他に乗客がいなかった。総外にはますます灯火が少なくなり、黒い山影と田畑が延々と続いた。K は、まるで自分が何十年も前の日本の田舎を旅しているような錯覚を覚えた。スマホを捨ててしまおうか。そうすれば政府が俺の所在を確認する手段はマイナンバーカードだけになる。それだって、転居先の自治体に報告しなければ、以前の住所しか知られることはない。仕方ないよ、日本を守るためだから。居眠りしていた女の寝言で、K は自分勝手な無双から現実に呼び戻された。4. 仕方ない。日本を守るため。K は自分の耳が信じられなかった。そんな言葉が、たとえ寝言だとしても弟を戦場に送り出したばかりの姉の口から出るものだろうか。列車が終点の福島駅に着く直前に、彼女は目を覚ました。終電だった。間もなく駅舎も閉まった。女は K に駅近くのビジネスホテルに泊まることを勧めた。勘違いしないでね。この辺り、田舎だから朝まで深夜営業してる店もないの。そのホテルは誰でも知っている。海外進出もしている有名なチェーンだ。K は迷ったが、とりあえず行ってみることにした。ホテルのフロントは24時間対応だった。ダメ元で聞いてみると、
幸いツインルームが空いていた。K はクレジットカードで宿代を払おうとしたが、フロント係の男は言った。申し訳ございません。現在カードでのお支払いには対応しておりません。地方でもクレジットカードが使えないようだ。女はバッグから財布を出した。私が現金で払うわ。食べ物を分けてくれたお礼よ。部屋に落ち着くと、二人は交代でシャワーを浴びた。女は着替えを用意していた。北海道に行くつもりなら、仙台から苫小牧行きのフェリーが出ているし、空路より安く快適だと女が言った。航空会社の国内便チケットは暴騰して、今の軽には到底買えなかった。欠航も少なくないらしい。戦時の燃料不足に東京での騒乱が加わったので当然の事態だった。少し待って。スマホでダイヤを調べてみるわ。フェリー会社のサイトで調べると、この季節は毎日定期的に航行していた。手持ちの現金を節約するためにも船便を利用した方がいいようだ。明日の便は、もう予約を受け付けてないわ。正確にはもう今日だけど。時刻は午前0時を過ぎていた。明後日ならエコノミー客室がまだ空いてるわ。またビジネスホテルで一泊になるな。私の家に泊まれば？両親に連絡しとくから。そう言うと彼女はもうメールを書き始めていた。翌朝、まだ日も昇らないうちに二人はホテルをチェックアウトした。途中の停車駅で何人かの乗客が彼らと同じ車両に入ってきた。彼らの表情は厳しかった。疲れ切った顔の者も、目つきに猜疑心があらわな者もいた。首都での混乱は確実に地方にも影響を与えている。2年前までの平穏で秩序だった日本人の生活は、多分永久に過去のものになってしまったのだ。列車は1時間半ほどで仙台駅に着いた。駅前で50代半ばほどの男が彼らを待っていた。紹介するわ。私の父です。こちら K さん。はじめまして。K さん、もしかして、マスコミ関係の方じゃないですか？女には一度も職業のことを話してなかったのに、なぜバレたのだろうか。5. K さん、もしかして、マスコミ関係の方じゃないですか？ K は戸惑いを声に表さないよう意識しながら答えた。ええ。つい最近まで、新聞社で働いてました。そうですか。ああ、変な質問をしてすみません。実は私も以前、ジャーナリズムの仕事をしていたものですから。北海道に行かれるそうですね。フェリーの予約はされましたか？ええ、明日の便を。それじゃ一安心だ。とりあえず、私の家で一緒に朝食でもいかがですか？女の父親はそう言って、近くに止めてある EV 車に目をやった。自家用車で娘を迎えに来ていたのだった。女の実家は駅から車で15分ほどのところにあった。小さな門を通ると人懐っこい目の番犬が彼らを迎えてくれた。敷地はそれほど広くはないが、家の屋根にも家庭菜園にも太陽光パネルが設置されていた。福島第一原発事故以来、東電を信用できなくなりました。だから電力自由化が始まってすぐに再生可能エネルギー中心の新電力に切り替えたんです。非常時にはあのソーラーパネルが活躍してくれます。K が質問するまでもなく、佐藤氏はそう説明した。K は女の母親も紹介された。服が汚れているからと、洗濯済みのシャツを出され、それに着替えるように言われた。女も新しい普段着に着替えた。それから4人で朝食を食べた。炊きたての新米と味噌汁、魚の煮付けが出た。まるで戦争も東京の騒乱もなかったかのような、平穏で家庭的な食卓だ。K の頭には当然の疑問が浮かんだ。この佐藤家、収入はどうしているのだろう。食事の後、佐藤氏は K に、彼の書斎で少し話そうと言った。僕は別に構いませんけど。佐藤さん、今日はお仕事はいいんですか？ええ。私は在宅勤務のフリーランスですから。佐藤氏はそれ以上、自分の職業について説明しなかった。だが、案内された彼の書斎を一目見た途端、K は理解した。この人はどんな事態が起きても、中規模以上の都市部でなら生きていけるだろうと。庭に面した窓以外の三方の壁には本棚があり、書店のように整然と分野別に区分された大量の専門書が並んでいた。語学学習法、視覚関係の参考書、環境問題やエネルギー問題に関する普及書、PC 関係、歴史書、政治思想書、ネットマーケティング関連、英語や中国語、
韓国語、ロシア語等の分厚い辞書類、12巻もある古本らしい百科事典。東京の方は、今かなりひどい状況だと聞いています。インターネットも通じない地区があるとか。ええ。もう1ヶ月目になります。まさかこんなことになるとは。予想はしていました。佐藤氏は平然とそう言うと、コーヒーを一口すすった。6. 東京での騒乱が始まったのは、先月初め、まだ蒸し暑い残暑の頃だ。佐藤氏はそれを予想していたという。どういう意味なのだろうか。その時、電話の着信音が鳴り響いた。佐藤氏はそれほど慌てた様子もなく、ズボンのポケットからスマートフォンを取り出した。ちょっと失礼と K に断ってから、彼はその場で通話を始めた。佐藤です。ええ、メールは読ませていただきました。ええ、今は6畳間が1室しかないですが、明日の夕方からは8畳間が空きます。ええ、それは大丈夫です。到着は何時頃ですか？では、午後1時にお迎えに参ります。駅前でお会いしましょう。丁寧な言葉遣いとは釣り合わない、事務的なよそよそしさを感じさせる調子で、佐藤氏は相手と話していた。通話が終わると彼はスマートフォンをポケットに戻し、何もなかったかのようにKとの話を続けようとした。何の話でしたっけ？そう、東京の現状についてでしたね。いろいろ大変だったでしょう。ええ。今の電話は？あれですか？ここ2年ほど、首都圏から地方への移住を希望する方が増えましてね。我が家では以前から、そういう人々に空き部屋をレンタルしているんです。2年前といえば、与党の念願だった憲法改正が実現した年だった。この家、実は妻の実家なんです。妻の両親が亡くなって誰も住まなくなりそうだったので、一家で引っ越してきたんです。震災の後、私が東京での仕事に見切りをつけようかと考えていた時でした。妻も子供も反対しましたが、後悔はさせないからと言って説得したんですよ。もっとも当時は、空き部屋のレンタルをすることになるとは思いませんでしたが。佐藤氏は淡々とそう語った。首都圏から来た方々は基本的に、ここでの仕事が見つかるまでとか別の移住先が決まるまでの短期滞在をなさるんですが、中には3ヶ月近く滞在された人もいます。以前は独身の方が多かったんですが、最近は家族連れの方からも問い合わせがあります。今の電話の方も、お子さんと奥さんを連れて来られるんです。私と同じか少し若い世代で地方出身の人は、この家に懐かしさを覚えるようですね。ご覧のように古いのであちこちリフォームしてますが、日本が豊かだった時代独特の雰囲気があるとかおっしゃるんです。彼は満足そうに語り続けたが、Kにはわからない感覚だった。それはともかく、このご時世に佐藤家の収入がそれなりに安定している理由は分かってきた。自家発電による光熱費の節約、家庭菜園で栽培した農産物による食費の節約に加え、首都圏からの移住者が家賃を払ってくれるのだ。でも、お宅の門には民宿とかゲストハウスといった表示がありませんでしたが、と、心に浮かんだ疑問を K は思わず口にした。うちは民泊です。住宅宿泊事業法というのがあって、自治体に届け出るだけで自宅の空き部屋を賃貸しできるんです。施行された当時は外国人観光客の増加に対応して作られたようですが、私たちが始めた頃にはインバウンド需要はすっかり減ってましたね。それでもあえてこの事業を始めたのは、地方移住を考える首都圏の人々が来るようになると予想したからです。佐藤氏の先見の明は大したものだ。だったら、僕も宿泊料をお支払いすべきですね。いえ、それは結構です。その代わりといってはなんですが、大手マスコミに勤めていた方として、私がずっと気になっていたことを教えてほしいのです。書斎に一瞬、氷のような沈黙が走った。K は思わず身構えた。何でしょうか。そういった K の声は少しかすれていた。K さんご自身のことではありません。ご勤務先の新聞社で、そして業界全体で、この2、3年の間一体何が起きていたのか、それが知りたいんです。何がってご質問の意味がよくわかりませんが。つまりですね、マスメディアは当時、日本が明らかに無意味な戦争の最終的な準備をしていたのに、なぜ国民にそれを知らせなかったのか、ということなんですよ。K には、どう答えていいのかわからなかった。続く。